こんにちは、ゴロゴロゴロです。今回の動画はフラミンゴの色鉛筆画のメイキングです。ぜひ最後までご覧ください。使用画材はプリズマカラー150色、ホルベイン20色を主に使っております。もちろんこの絵に全ての色を使っているわけではないんですけども、もう使っている色が多すぎて全てを紹介することはできませんのでご了承ください。使用している紙は大原産の厚口ケント360というものを使用しております。360っていうのは厚みですね。だいたいクレジットカードぐらいの厚みがあります。なぜそんなに厚い紙を使用するのかと言いますと、単純に書きやすいからっていうのと、デザインナイフで削った時に弱い紙だとすぐに破れちゃうので、耐久性を求めて厚い紙にしております。今回の構図は真ん中にフラミンゴが立っていて、水面に木や空が反射しているといった構図なので、かなり背景の方に時間をかけた絵となっております。今描いている場所は水面に空が反射しているところですね。水面に反射している空ですので、くっきり描きすぎずに柔らかく何層にも色を重ねることによって反射した感じを出しています。電動消しゴムはあらかじめヤスリなどで尖らせてから使うようにしてます。細かいところを消すためですね。水と土の境目は薄いグレーで下塗りをしてから塗っております。今回の難しかったところなんですけども、地面の土の部分を湿った感じを表現するのに苦労しました。次は水に反射している木の葉っぱの部分を描き進めております。この葉っぱも空と同じように水面に反射していますので、きっちり描きすぎるのではなくぼかした感じで描いてみました。葉っぱの隙間から空が見えてますので、その色を意識しながら塗ってます。これ芯折れてますけど、下塗りなんで気にせず塗ってますね。この辺りは後でデザインナイフや電動消しゴムを使用しようと思っていたので、かなり厚めに白を塗っております。水面の波紋の反射を描くためですね。こういった細かい部分を書き込むときはかなり色鉛筆尖らせて描いてます。
ところどころに蛍光色を入れることによって光っている雰囲気を出しています。葉っぱなどの緑のものの影を入れるときは自然な色合いにするために暖色系を使うようにしております。次は奥に生えている木の下塗りですね。後で木のハイライトを出すために白をかなり厚めに塗ってます。この青は木の間から漏れている空の色を先に塗っている状態ですね。この下塗りをしている段階で筆圧を強くしすぎちゃうとその後に色が乗らなくなりますので、力を入れすぎないように気をつけて描いてます。葉っぱの流れに沿ってデザインナイフで削っていってます。出したい雰囲気によってデザインナイフやモノゼロは使い分けてますね。完成はこんな感じで全体的に色鮮やかないい雰囲気になったんじゃないかなと思います。主役はフラミンゴなんですけども、それを生かす背景を描いているとかなり時間がかかっちゃいましたね。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。